ファイナルサンクチュアリやろか。フォントがホラーだね。外部と連絡が途絶えたバンカーで機械技師として仕事するみたいや。バンカーとはホラーなら地下施設やろ。たまに船やっていこう。買って知ったる開発さんだ。84円やったから気楽にやろうな。初回のロードでは画面がおかしくなるのは知ってるよ。問題ないわ。よしやるぞ。アイテムは何も持ってないみたいだ。そこにライトあるやん。アラート、また換気システムの問題ならかなりまずい。換気なしだと発電機が1時間でオーバーヒートしちゃう。昨日の嵐は思ってた以上に損害があったんだな。制御パネルへ急がなきゃ。これうるさいんだけどアラートの音止まってくれる？ライトはバッテリー式みたいやし、積む前にどんどん進んでいけ。なくても明るめじゃない？ 380日目、奴らがささやく、いつもささやいてくる通気口から、壁の向こうから、ベッドの下から私の名前をまるで誘い込むかのように、少し眠っては物音で目が覚める。食欲は皆無、食べ物は灰のように味気ない。また影を見た。ドアの入り口に立っていた。背が高く骨のように細い。瞬きしたら消えていたけど、幻覚だったのか、それとも奴らが形を変えたのか。もしこの日記を見つけたなら逃げて、ここから出なければ。ここは墓場だ。じゃあ出る？長い間ここで過ごしてたから病んだ感じか。太陽を浴びれないと病むもんね。明かりはあっても太陽代わりにはならなそうな光量やしな。これマップ？ぽいけど部屋見えないし見る意味ないな。道は歩いて覚えるか？結構目立つ場所に置いてあるね。邪魔しないで、出口を探しに行く。もし1週間以上戻らなければ死んだと思って、君に同じことが起きないのを祈るよ。何の話や。閉じ込められてて逃げようとする話？最初のメモよりも前に書かれたんかな。鍵とは何かの説明文は久々だ。いっそ何も書いてない方がいいまである。正直部屋の名前が書いてあってもどこかわかんないしどうでもいいもんね。いや、部屋の名前は書け。下の階のセクター3に行かなくちゃ。壁に04って書いてあるから違うと思ったけど開いちゃった。開いたなら進めや。この階を調べておきたいじゃん。ほらメモあったし。隔離区域、立ち入りは厳禁、違反者は死刑に処す。許可取らなきゃ入れない部屋ってことだね。この部屋のことかわからんけど覚えておこか。というか全然人の気配せんけど管理者おるんか？なんか進める場所いっぱいある。今のトイレのとこは奥にシャワーもあったけどなんもなかったで。言われた通り降りるのが正解やな。落下ダメージあるかもやし、階段ジャンプはやめとけ。ここまで回復アイテムなかったしそういう要素はないでしょ。お、03って書いてるし目的地っぽい。とりあえず音だけでいいから止めさせてほしい。ずっと鳴ってるとうるさいしな。まあアラートってそういうもんか。よかった。切実に音の攻撃に弱すぎる。この鍵を持って上の階の2番目の部屋を確認してくれ。スタート地点から2個目に調べた部屋ってことで合ってる？そんなメタ視点なことあるか？この階の広いところは開かない扉と何もない倉庫と何もないけど受付っぽい場所があったよ。あとすっごく暗いけど上に行く階段があった。せっかくやしこっちから戻ろか。上の階の扉全部閉まってたと思うんだけどどこに出るのかな？トイレの奥の鉄格子開けた先やな。コンパクトな作りしてるね。はい、2番目の部屋やったぜ。セカンドルームって名前の部屋だったかもしれんな。ほえなんです？霊的なのか物理的なのかわからんのが怖いな。何を相手にしてるか分かってないもんね。とりあえず拾えたから戻しておこう。本棚に戻せないけどどうしたらいいんだろう。アイテム欄にもないから謎だぞ。まあよくある。たまにある程度やぞ。彼らは寝ている際に意味不明なことを上事のように言い始めた。影がいる、ささやきが聞こえる、暗闇から目がこちらを見ている。最初は隔離生活のせいでストレスが溜まっているだけだと思ってた。でも今日は自分でもそれを見始めたんだ。あの影はただの幻覚じゃない。ただちらつくだけじゃなくて、こっちをじっと見ている。観察してるみたいに。民間防衛室に行かなくてはそこに答えがあるはずだ。プロジェクトキメラについての情報を手に入れる必要があるんだ。民間防衛室のスペアキーはバスルームのタイルが緩んでいるところの裏に隠してある。緩んでるタイルなんてないんだけど。別にトイレの奥にもなんもなかったよな。何を探してるんだ？民間防衛室の鍵。もう持ってるぞ。ほ
ほんとだ、持ってる。どこで手に入れてたんやこれ。直前のメモの横に置いてあった鍵だぞ。ならメモに隠し場所書くのやめてくれや。鍵持ってるとして部屋の場所わかんないや。狭い場所やし全部回るだけや。よし、お邪魔します。ああ、見覚えある教室。鍵とライトの電池あるけどメモないの？メモよりもそろそろホラー要素欲しい。セカンドルームの本が落ちてくるのあったじゃん。怖くなかったからな。鍵しかなかったから使う場所探す。4番目の部屋の鍵だったんだね。医療室やな。壁の何かがロードされてない？暗いんやろ。これで暗いとか正気？ほらな。どういうオブジェクト設定なのこれ？まあ調べられんし見えなくても問題ないわな。すごく気になっちゃうでしょ、こんな黒いの。鏡にはいつも通り映らんな。もう死んでるってことかも。プロジェクトキメラは完全に失敗だった。我々は怪物を作り出してしまったんだ。ウイルスは壊滅的な速さで変異している。実験体たちは高度な知能と擬態能力を示す。奴らは人間の不利ができるんだ。君は全てを破壊しなければならない。研究所への入り口を見つけるんだ。誰目線の誰に向けたメモなのかわからん。わからなくても研究所行けって言われたし行こうね。あと入ってない扉も少ないし、どんどん行こな。バイオレンスな雰囲気あるけどゴミ箱に何か入ってる？ないか？今んとこただのウォーキングシミュレーターやぞ。メモ読んでるからノベルアドベンチャーだよ。隣の部屋だったけど、ここって立ち入り厳禁のとこだっけ？多分そうや。何？つまずいたか？本当につまずいたかもしれん段差あるやん。現実的で怖いね。そういう怖さはちょっとちゃうやん。何かささやいてた？そういう怖さがホラゲーの醍醐味や。ささやきで誘われてるっぽいし降りてくぞ。80% のダメージで済んでよかった。致命傷やぞ。回復アイテムないんだけど、これ一生視界ぼやけたままなの？ぼやけてるな。これって以降も回復アイテムないなら辛すぎるんだけど。ないぞ。せやろな。ひどいや。敵がいるわけでもないのにダメージ受ける方が悪いと思うで。患者037。症状。極度の攻撃性。幻覚。代謝促進。組織壊死。急速で制御不能な突然変異。診断。キメラウイルス感染。状態。死亡。尾行。遺体は廃棄物処理場で焼却済み。彼は戻ってきた。私たちの中にいる。変わってしまってる。もう人間じゃない。戻ってきたって何のことや？ウイルスに感染して死んだ遺体を焼却したけどなぜか戻ってきたよってことでしょ。ほん。焼いてもダメとかもうどうしようもないウイルスやん。擬態した化け物が戻ってきたってことじゃない？メモの横で鍵2個見つけたから戻ってドア開けてこいってことだろうけど、クリアな視界じゃないのに耐えられないから一回死ぬね。メガネのやつにする煽り文句やめとけ。そんなつもりはなかったよ。戻ってきたよ。だいぶ印象が変わるな。じゃあ取るもの取って。さっき死んだとこ行く？見えてても何されたかわかんないんだけど。わかんないけど何かされてることを怖がろうな。こんなに目立つものだけど何もないのか。キメラウイルス作ってた施設っぽいけど何の装置なんやこれ。ウイルスが適応して洗練されていく。もうみんな死ぬんだ。すでに一回死んだから問題ない。どういう論法なん？上の階は開かんかったから階段で来る地下に来たで。お、部屋じゃない。さっきのダメージ受けたとこに繋がるっぽい。ショートカットか。もう行く気ないからいらないんだけど、向こうに飛び移るとかじゃないよね。絶対無理やからやめとけ。最初の換気部屋の前の鉄格子やったな。超常現象に襲われたりは一切なかったよ。今んとこ楽しくないで。お、いざという時の武器？戦闘があるから体力システムあったんやな。ないぞ。持てない。あとそこ進んでも上の階の民間防衛室の通路に進むだけだぞ。歩きやすいいい施設だね。この暗闇に進むのが正解なんやな。ライトあるから問題ないね。いつもの暗さって感じや。いや半分ならいけるか。何がや？なんか浸水してるから溺れ死ぬかと思って。さすがにもう一階層降りるのはまずいよね。もう初めからやりたくないしやめとけ。ドアの開閉が軽快なままだから合力の可能性ある。なんすか？ささやかれとるな。誘われてるってことだね。
機械が水没してるだけかな。関連が怖い。耳に攻撃されるの苦手？左だけ攻められとるな。耳にささやくならせめて両サイドからにしてほしいや。そうか。特にあかねちゃんなら葵ちゃんとセットがマストだよ。ゲームに集中しよな。奥まで来たけど何もない。あ？潜っても問題ないみたいだ。これもしかしてもっと下の階に行くのが正解な可能性あるか？お、こんなところに。いつもの3点セットや。お腹空いてきちゃうね。会話のキャッチボールはしてくれ。見つけた。余圧室聖域だ。でもあいつらが近い。聞こえる。迎えに来る。この鍵で手術室への扉を開けろ。行け。そうすればもしかしたら。お、近くて助かる。おう、いい雰囲気やん。ここでキメラウイルスを治してたのかな。感染させてたんちゃうか？お前は来るべきじゃなかった。ここで死ね。やってみんかい。出てきてほしいからって煽らなくてもいいよ。ここで姿見せんかったら怖くないやんけ。磁石でくっつく鍵かな。売れそう？ウイルスは肉体だけでなく精神にも変異をもたらす。感染者はテレパシーやマインドコントロールの能力を示す。鬼強えな。精神攻撃系は防ぎにくいもんね。頑張れば防げるみたいな言い方やな。何の部屋だろう。鍵の説明には鍵の説明が書かれてたからわからん。死体が寝てるとかでもないな。普通に寝室に見えてきた。上部に109と書かれた扉を探せ。それがお前の救いだ。渋谷かな。渋谷にもうないやろ。活気はないけどさ。登って下っての散歩だったね。過度な期待はしてなかったけど、ここまでホラー要素薄いと飽きてくるわ。そう？あ、おっぱい。お前も飽きてるやろ。葵ちゃんサイズだね。多分違うで。お、黄昏の雰囲気。ノスタルジーを感じるな。まだまだ先は長そうだ。そろそろ敵の姿を拝みたいわ。おいおい、これ大丈夫な葉っぱか？声優のバックヤードにこういう場所あるってテレビで見たよ。企業名出すな。レタスとかを店舗で育てるから新鮮なのを売れるんだってさ。ほーん。ここも巨大な施設っぽいし、野菜育ててるのもありえるわな。終わりやな。この長文で終わりってわかるの毒されてる気もする。聖域に到着した。古い傷や錆に覆われた重厚な鉄の扉がくぐもったうめき声とともにスライドし、広々とした空間が姿を現した。長い旅路のように暗く息苦しいバンカーの廊下を進んできたあなたを新鮮で冷たい空気が包み込む。それは金属やカビの匂いではなく、湿った土の香りとかすかに甘い緑の香りが混じっている。部屋の壁は滑らかに磨かれた石でできており、その内側から穏やかで心地の良い光を放っている。中央には小さな台座があり、鮮やかな緑に覆われている。見たこともないような小さく繊細な植物たちが柔らかな光の中で輝き、かすかなぬくもりを放っている。静寂に満ち、聞こえるのは葉が静かに揺れる音と部屋の隅にある小さな泉から流れる水音だけ。ここはただの避難所ではない。大地の奥深くに蓄えられた生命のオアシスだとあなたは気づく。素晴らしい植物に囲まれたこの場所であなたは守られ、癒されるような感覚を覚える。外への道はあなたの前に開かれている。しかし、その先へ進む前に、この神秘的な場所、サンクチュアリの謎を解き明かさなければならない。ほな終わろか。これ話的に続きあるんじゃないか？この開発のゲームは長文出たらエンディングの証や。怖くもゾクゾクもしなかったのと話もあんまり気にならなかったから微妙だね。雰囲気は立派なもんやったから20分暇つぶししたい人にはおすすめや。ほな、また。夜道に気をつけてね。タイはないんやろうけど去り際に言われると怖いなそれ。それじゃまた何かのゲームで。